今日は青のり豆腐餅を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、青のり豆腐餅を作っていきたいと思います。以前ですね、私のチャンネルでお豆腐餅レシピをご紹介したと思うんですが、今回は青のりバージョンで、さらに焼くバージョンと、あとはレンジバージョン、こちらの2パターンご紹介していきたいと思います。お餅自体は使わないので、とてもヘルシーなおやつまたはおつまみにぴったりです。材料お手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。絹豆腐、片栗粉、青のり、顆粒のコンソメ、ごま油。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずお豆腐なんですが、こちらは必ず絹豆腐を使うようにしてください。木綿を使ってしまうとちょっと水分量が違うのと、あとはボソボソっとした食感になりやすいので、滑らかな絹豆腐を使ってください。そして今回ですね、青のり入りのお豆腐餅なので、こちら青のりを入れていきます。こちらをですね、青さを使っていただいても OK です。ただ青のりの方がね、馴染みも良くて、あと風味もいいので青のりがおすすめです。そして味付けです。今回は顆粒のコンソメで味付けしていきます。お好みで塩だったり醤油だったり、あとはですね、鶏ガラスープの素などでも美味しく召し上がっていただけます。こちらはお好みでやってみてください。そして焼く時ですね、こちらはごま油を使用していきます。この焼く時の油に関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。今回ですね、焼くバージョンと、あとは電子レンジで作るバージョン2つご紹介していきます。焼くバージョンはね、ごま油を使用して焼いていきますが、レンジバージョンはこの材料4つだけで作っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにボウルにお豆腐を出しましょう。そしてお豆腐をですね、できるだけ滑らかになるようにすりつぶしてください。はい、OK です。このぐらいですね、滑らかになるまでしっかりね、混ぜてください。なかなかね、綺麗にならない時は、一度こちらのお豆腐をこしていただくと、より滑らかな仕上がりになります。一手間ではあるので、より滑らかにしたい場合はね、一度こしてみてください。そしたら続いてここに片栗粉です。あとは顆粒のコンソメ、そして青のりを加えます。これでよく混ぜましょう。はい、このようにしっかり混ざれば OK です。今ね、このようにポタッと生地が落ちるぐらいの硬さになります。生地はですね、レンジバージョンも焼くバージョンもね、どちらも作り方は同じなので、こちらをもう一つ作っておきます。それではこちらを焼いていきます。焼く時はスプーンですくってね、フライパンの中に入れたいと思います。ではフライパンを用意してください。まずここに油を敷きます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度ね、油を全体に伸ばします。一度このまま油を30秒ほど温めてください。はい、ではね、温まったのでこちらスプーンですくって置いていきます。形はね、適当に整えてください。これでまずね、焼き色がつくまで焼いてください。火加減はそのまま中火で OK です。はい、で焼き色がついたら裏返します。だいたい1分半ぐらいでね、焼き色がついてくると思います。では裏返します。このように美味しそうに焼き色がついてますね。軽く押さえてこちらも裏返します。はい、で片面もね、同じように焼き色がつくまで焼きましょう。裏返したら火加減は弱火にしてください。弱火でね、じっくり火を通していきます。トータルでだいたい3分ぐらいね、焼いていただければいいかなと思います。はい、で片面もね、いい感じに焼き色がつけば OK です。火を止めます。このようにね、いい感じに焼き色がついて美味しそうに仕上がりました。ではね、生地がまだちょっと残ってるので、こちらも焼きたいと思います。はい、全部焼き終わりました。今回はだいたいね、直径6センチぐらいのものが7枚できてます。こちらは目安にしてみてください。ではちょっとね、手づかみで失礼します。このようにもっちもちに仕上がってます。
それでは続いてレンジバージョンを作っていきます。まずですね、先ほどと同じように生地を作ってください。そしてこのね、縁の部分についたものをゴムベラで落とします。こんな感じで縁をきれいにしてください。そしたらこちらをラップをせずにこのまま電子レンジ 600W で1分30秒加熱してください。はい、加熱しました。そうするとこのように固まってる部分とまだね固まってない部分に分かれてます。なのでこちらを一度ゴムベラを使ってよく混ぜてください。ゴムベラでこんな感じでね押さえつけるように混ぜてみてください。ある程度混ざったらこのようにぐるぐるぐるっと混ぜてみてください。そうするとね生地が滑らかになってきます。今ねひとまとまりになりました。そしたらもう一度縁の部分を剥がして、それではこちらをもう一度電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、加熱が終わりました。今ね均一にね熱が通った状態です。そしたらこちらをもう一度ねよく混ぜてください。先ほどよりも柔らかくなってね滑らかな状態になってると思います。これをもう一度ねよく混ぜてください。はい、 OK です。このようにね滑らかになるまでしっかり混ぜましょう。あとはねこちらを形作っていきます。形作る時はこのようにね別のボウルにお水を張ってこちらをこのまま入れましょう。あとはこのまま食べやすい大きさにちぎってください。もうねこのようにすっごく柔らかい状態に仕上がってます。こんな感じです。それではちぎります。食べやすい大きさにねこんな感じでちぎってください。だいたい3つから4つ分ぐらいになるかなと思います。レンジバージョンはこんな感じです。このようにとても美味しそうに仕上がりました。はい、これで青のり豆腐餅の完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらが焼いたバージョンのお豆腐餅です。そしてこちらが電子レンジバージョンです。どちらも食感が違ってねとても美味しいのでぜひね両方お試しください。こちらが焼いたバージョンですね。このようにもちもちに仕上がってます。そしてこちらが電子レンジバージョンですね。こちらは弾力があってすごくね美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではねまず焼いたバージョンからいただきたいと思います。いただきます。もうね本物のお餅みたいにもっちもちです。外側のねこの焼き色は香ばしくてすごく美味しいです。青のりの香りがまた最高ですね。それでは電子レンジバージョンもいただきたいと思います。いただきます。こちらもねすっごく弾力があってとても美味しく仕上がってます。焼いた方は平べったいのでちょっともちっとしてるんですが、この電子レンジバージョンはお餅みたいにね丸めてるのでよりもち感がアップしてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の青のり豆腐餅のポイントです。まずお豆腐なんですが、こちらは必ず絹豆腐を使うようにしてください。木綿を使ってしまうとちょっとボソボソっとした食感になってしまいますので注意していただけたらと思います。そして絹豆腐はですね、こちらは泡立て器などを使ってしっかりすり混ぜてください。あんまり滑らかにならない時は一度ね網目の細かいザルなどを使ってこしていただくといいかなと思います。そしてお豆腐なんですが、お豆腐はですねメーカーさんによって水分量が変わってくると思います。なので水分量がちょっと多めのお豆腐を使った場合はちょっと生地がね緩くなると思いますので、その分ちょっと片栗粉を足していただくといいかなと思います。そして味付けなんですが、今回はシンプルに顆粒のコンソメを使って味付けしてます。こちらはお好みのもので味付けしていただいて OK です。そして今回は焼くバージョンとあとは電子レンジバージョン、こちらの2パターンご紹介しました。焼くバージョンに関しましてはスプーンですくってフライパンの上に乗せて、そしてあとは両面いい感じに焼き色がつくまで焼いてください。そしてこちらの電子レンジバージョンは加熱した後はしっかり滑らかになるまで混ぜてみてください。1回目はね結構生地がね分離してると思うので、しっかりゴムベラで押さえつけながら混ぜてみてください。あとはねお好みの大きさにして召し上がっていただけたらと思います。今回はですねこのように仕上げたんですが、あとはここにねチーズをのせてトースターで焼いたりしても美味しいと思います。お
好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は青のり豆腐餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。